ごきげんよう、あすままです。コストコで販売されているキッチン用ペーパータオル3種類を比較します。チャンネル登録もお願いします。9月16日に大安売りしていたバンブーペーパータオルと、定番ロングセラーのカークランドシグネチャープレミアムタオルと柄付きのバウンティの3つを比較してみます。バンブーペーパータオルの素材は、再生可能な竹とサトウキビ、サスティナブルなタオルです。原産国は中国。カークランドシグネチャーとバウンティはアメリカ製。パルプ 100% です。大きさが全然違うので比べにくいんですけれども、価格をクーポンなしの通常価格で比較してみます。バンブータオルは120カット12ロール2198円で、1カットあたりは 1.527 円です。カークランドシグネチャーは140カット12ロール2888円で、1カットあたりは 1.719 円です。バウンティは128カット12ロール4698円で、1カットあたりは 3.059 円です。どれも2枚重ねのエンボス加工ですが、バウンティだけは可愛らしい絵柄が何種類も入ったアソートセットです。バンブータオルはむき身で大袋に入っていますが、カークランドシグネチャーとバウンティは個包装になっているので清潔感があり、シェアがしやすいです。ホルダー購入のご参考までに直径を測りますと、バンブーは 111mm、カークランドシグネチャーは 141mm、バウンティは 132mm です。芯の内径はバンブータオルが 44.4mm、カークランドシグネチャーが 41.7mm、バウンティが 41.3mm。紙なので変形してしまうので大体の目安と思ってください。1カットのサイズはバンブータオルは 275mm×225mm、カークランドシグネチャーは 280mm×177mm、バウンティは 280mm×155mm です。厚さ硬さも全然違います。同じ大きさに切ってから折り鶴にしてみました。一番薄いバンブータオルは折り紙に近い感触なので折りやすいです。一番分厚いバウンティはとても柔らかく折りにくいです。カークランドシグネチャーはその中間の硬さです。折りやすさコンテストではバンブータオルが優勝ですけれども、肝心なキッチンペーパーとしてはどうなんでしょうね。でも野菜や魚を拭くのには十分使えましたので、コスパ的には良いと思います。拭かれ心地は悪そうでしたけどね。レンチンしたポテトと唐揚げを乗せて15分経過した様子がこちらです。バンブータオルは唐揚げにペーパーがくっつきましたが、剥がすことはできました。でもバウンティは完全にくっついてしまって、唐揚げにケバケバがくっついてしまっています。パッケージにも注意書きのあった色移りは今回の実験では色移りしていません。カークランドシグネチャーも少しくっつき気味でしたが問題はなしです。そつなく仕事してくれてます。油の吸い取り具合は見た目で判断するとバンブーとカークランドシグネチャーが良いように思いました。お水を吸わせてみました。カークランドシグネチャーは約 30cc で、バンブータオルが約 25cc、バウンティは約 30cc。 一番小さいバウンティですが分厚い分しっかり吸っています。ペーパー全体に染み込ませて絞らず 50cc のお水から残った分を計測して算出しています。乾いた状態で裂いてみると、バンブータオルは紙目の方向によって破れ方が違います。割と丈夫です。カークランドシグネチャーとバウンティは破れやすいです。
特にふんわりしているバウンティは乾いている時は一番破りやすかったんですけれども、濡らしてみたら一番強いです。お掃除に向いていると思います。しっかり濡らしてから絞って広げて引っ張ってみたんですけれども、バンブーはこんな感じで脆いです。カークランドシグネチャーも丈夫ですけれども、バウンティの方がしっかりしていました。バウンティは色落ちが心配なので食器用洗剤をかけて3分放置してみましたが、にじむこともなく今回の実験では大丈夫でした。サスティナビリティと低価格で選ぶならバンブータオル、スナックの盛り付けや観葉絞りに使うなら可愛らしい絵柄のバウンティ。カークランドシグネチャープレミアムは価格的にも機能的にもバランスが取れていてコスパ良しで、弱点が見当たらないです。私はカークランドシグネチャー推しですね。この動画がキッチン用ペーパータオル選びの参考になると嬉しいです。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。